はい、続いて第8位は匠ズーですね。2022年春のゲームマーケットでもとても話題になっていて、ツイッターでも見ていたんですけども、ソロプレイできるんだと気づきまして、即通販で購入しました。何これ珍百景とかテレビでも取り上げられていた小学生が作ったボードゲームとしてすごく話題になってたんですけども、何よりこの可愛いイラストの動物園からうちの村にも動物園を作って呼んでくる、どん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 動物が集まってくるっていうところがすごく楽しいゲームです。こうしたイラストから子供向けかな、小学生向けかなというようなイメージを受けがちですが、いやいやこれは大人でもしっかり楽しめるゲームです。デザイナーのたくみくんはアグリコラやオーディンの祝祭など重くて複雑なゲームも平気でこなしてしまうぐらいのコアなゲーマーです。お父さんお母さんにしっかり鍛えられてるんですよね。そのたくみくんが作ったゲーム、大人もしっかり遊べるのでお子さんと一緒に遊ぶにもすごくおすすめのゲームです。ソロプレイでも多人数プレイでもほぼ動きは変わらずに遊べる手軽な雰囲気のいいゲームで、30分ぐらいですね、プレイ時間としては。スコアアタックモードなのですが、ここにターゲットスコアということであるんですけれども、自分今まで12回プレイしたんですけど、この最高点が98点でまだエクセレントいけないんですよね。っていうぐらいなかなか設定がハードなゲームでもあります。ソロプレイは歯ごたえ十分です。ちなみに普段プレイしているような形で、撮影をしてます。通常だとこういったバッグ、袋ですねは入ってないんですけれども、これはね100均などで、用意されると非常にプレイしやすくなりますので、是非参考にしてみてください。タイルには草原、森、岩、水の4種類があります。それぞれに飼うことができる動物が決まっていますね。タイルの枚数によって飼える動物も決まってきます。なのでこのカでしたら水のタイルを4枚用意したところでないとカバを飼うことができません。さらにこの一番上は 2×2 というふうにありますが、この白クマの場合は岩が2つ、水が2つのところにしか飼うことができません。上に行けば上に行くほど飼った時の収入がこの赤いリンゴで表されるんですけども、収入が大きくなります。そして面白いのがここのボーナスですね。同じように1マスでしか買えない4種類の動物を集めると5コイン分のリンゴ、5ポイント分のボーナスがもらえるなど、揃えてボーナスがもらえるといった要素もあります。一番高いところですと100点もらえることもあるそうです。どの動物をどのように集めていくかというところも楽しいポイントですね。毎ターンごとに1枚タイルを引いて、このように自分たちの村の動物園に配置していきます。配置するとそのタイルに合った動物を呼んでくることができます。このタイルの配置なんですが、隣接したところにしか置けないんですね。いきなり飛んだりとかできないんですけれども、このタイルをどこに置くか、先々を見て、草原だったら岩とつながらないので、岩とつながった 2×2 の動物がいないのであまり近くに置きたくないなとか、池が来たらこれは池と岩で白クマが狙えるから隣に置いてみようとか、1枚どこにタイルを置くかというところで今後の展開がガラッと変わってきますので、
そこはかなりシビアな選択が毎ラウンド毎ラウンド求められます。さらにこのゲームを味付けてくれるのが右上に書かれたアイコンですね。特殊タイルというものです。こちらですと毎回収入ごとに2コインもらえる。でこちらですと通常だと1ラウンドに1匹しか動物を飼うことができないんですけども、もう1匹飼うことができる。こういった特殊なタイルがいい意味でどういうふうに立てていこうかなっていう計画を変えさせてくれるんですよね。ちょっとゴリラを買うのには30は高かったけど、ボーナスを得られたおかげでなんとかゴリラを呼んでこれそうとか、このタイルだと2頭買うことができるので、この森に何も買ってなかったけどオウムをね買って、さらに今得た草原にシマウマを得ようとか、いい意味で計画変更があります。なので今じゃあどういう選択をしたらいいのか、じゃあ今どこにタイルを置いたらいいのか、どの動物を連れてこればいいのか、そしてこの動物を返すこともできるんですけども、どの動物を返していくのかっていうのを毎回毎回選択迫られるので、これも非常に面白いですね。タイルをパッと引いて、お、ボーナス好きだと一喜一憂できるのもこのゲームの魅力だと思います。雰囲気は可愛くてほんわかしているのに、シビアな選択の連続と程よい運要素、バランスが非常に素晴らしいゲームだと思います。でもプレイはタイルを引く、置く、動物を連れてくるっていうそれだけなので、慣れればお子さん同士でもできるぐらいのシンプルさです。こちらもプレイ動画を用意していますので、合わせてご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。第7位も動物園がテーマのアークノバです。しかしこちらはリアルなテーマ。こうした動物園カードと言われる動物たちを自分の動物園に呼んで評判の動物園を作るということだけではなくて、動物を保護することも重要となってくるゲームです。ゲームは様々な要素があります。こうしたタイル、これを過去位置、檻のようなものですね。これを用意して自分の動物園に配置するというタイル配置の要素や、こうした動物の書かれたカードを、動物園に呼んでくる、これをプレイするっていうんですけども、動物カードをプレイすることでこの効果を得られたり、この右上の南北アメリカのオレンジ色のアイコンのように、同じアイコンを持つ動物をたくさん集めるほどポイントが伸びるというセットコレクションの要素など、様々な要素があるゲームです。ソロプレイではこのソロタイルというものを使います。ワンアクションごとに一つずつずらしていき、一番下まで来たらこの一つキューブをここの数字の小さいところからこうやって置いていきますね。で戻して、さらにワンアクションごとにキューブをずらしていきます。最終的にこの2手番終わるとゲームが終了になります。全部で27手番あるんですが、27手番のうちに目標をクリアできるかというスコアアタック型のゲームです。で、目標点なんですが少し変わっていまして、こうした動物を集めることで得られる訴求点というポイントがここにあるんですけども、訴求点を集めることでトラックが動きます。そして先ほど説明した保護活動ですね。保全活動という言い方をゲーム内ではするんですけども、
この場合2以下のものを返すと保全点が3点得られるのですが、保全点というのがこのトラックの緑のところですね。123、こういった形で訴求点と保全点がクロスしたところ、訴求点引く保全点がプラスマイナス0点以上であれば目標クリアですね。なのでこの場合訴求点が86、保全点がこの緑の一番小さい数字のところに置くんですけども85なので 86-85 でプラス1点なのでクリアとなります。これを27手番以内に達成することを目指していきます。ゲーム内にはいろいろな行動指針となるような目標が用意されています。例えばこういったアフリカのアイコンがついた動物をたくさん集めるほど保全点がもらえるというものや、逆に別々のこういう種族ですね、動物カテゴリーを集めるほど保全点がもらえるものなど様々なものがあります。またゲーム終了時にですね達成していると保全点がもらえるようなものもあって、例えばこのジュゴンですとここに水気アイコンという水のマークがあるんですけども、この水気アイコンをたくさん集めれば集めるほどゲーム終了時にたくさん保全点がもらえるという目標や、5と書かれている数字ですね、この5と書かれている数字のところが4以上であるものは大型動物と呼ばれるんですけれども、大型動物を動物園の中に呼べれば呼べるほど最終的な保全点が上がるといった目標があります。でこれらの目標っていうのはこういった形でたくさん種類があって、ゲーム前にランダムで選ばれるんですけれども、これだけあるので毎回方針が変わってきますよね。さらにこれは一部ですが、動物園カードと呼ばれるこの緑、黄色、青の3色のカードは212枚あって、全てのカードがユニーク、つまり唯一のものです。なので毎回カードの引きによって展開も変わってきます。次にアクションカードについてお話していきます。このマップの下側に12345と書かれた下のところにあるのがアクションカードです。アクションカードを簡単にご紹介すると、動物カードをプレイする動物、後援者カードといって特別なね効果だったりプラスをもたらしてくれる青色のカードをプレイすることができる後援者というアクションカード、単純に山からカードを引くためのカードというカードですね。こういう囲い地を建設するための建設というアクションカード、そして最後この境界というアクションカードがあるんですが、これはいろんな要素がありまして、例えばこのグレビーシマウマ、アフリカのアイコンの持っている動物を3つプレイしていないとこのグレビーシマウマはプレイすることができないんですけれども、この境界のアクションカードでアフリカのこの定型動物園っていうんですけども、定型動物園のアイコンを持ったものを手に入れていると、この定型動物園がアイコン1つ分として役立ってくれるんですね。さらにこの定型動物園はこのグレビーシマウマは12金必要なんですけども、3金安くプレイすることもできるようになります。あと先ほどからお話ししている保全活動もこの境界のアクションで行うことができます。それでこれらのアクションカードなんですけども、この1から5のレベルに応じてできることが違ってくるんですね。例えばカードのアクションカードだとレベル2のところだと1枚引くだけですが、レベル4のところになると2枚引くことができます。こういったように他のアクションカードもレベルによってできることが違ってきます。
アクションカードというのはこのように置いてあるんですけども、例えば今回境界アクションをしましたとしたら、レベル1に戻っていくんですね。そして間を埋めるように、今回ですとこの3枚のカードがレベルが上がるというような動き方をします。どの順番でアクションカードを使うのか、どのレベルでアクションカードを使うのかというのは非常に悩ましくて、そこも考えどころがあって楽しいところですね。さらにアクションカードはとある条件をクリアすると裏面、さらに強力な2の面になります。2の面はレベル1でも1枚、レベル3でも2枚。先ほどですと1の面ですとレベルの2で1枚、レベル4で2枚だったのが、2の面だともう1で1枚、3で2枚なんですよね。でさらに4枚まで引けて、そこから選ぶようになったりもできます。こういったように2の面にしてパワーアップさせることもできるんですが、じゃあどのカードからレベルアップさせるのか。例えばこのジュゴンのように動物というアクションカードをレベル2にしてないとそもそもプレイができないというような動物もいたり、この後援者カードだと後援者のアクションカードをレベル2にしておかないとプレイできないといったカードもあります。どのアクションカードを優先的にレベル2にするのか、どの順番で使うのか、どのレベルで使うのか、非常に悩ましいんですが、これをうまくやることによってさらに動物を呼べたり、カードを手に入れられたり、お金をもらえたりできるので、そこをじゃあ一番いい手は何だっていうふうに考えるのはすごく楽しいところですね。お話しした通りね、要素がとても多くて一手番ごとがすごく長めになるので、まさにソロ向きのゲームだなっていうふうに思います。ベストも一応これ4人までできますけど、2人がやっぱいいよねって話はよく聞きます。ソロはもちろんいいですよね。ゆっくり考えてこっちにしようかなこっちにしようかなっていうのを気兼ねなくできるっていうのはソロプレイの一番いいとこだと思うので、自分のね大切な時間をこう質の高い思考に当てるっていうのはやっぱり贅沢なんじゃないかなというふうに思います。こちらのゲームも細かい準備があったり、細かいルールもねソロプレイだとありますので、準備の動画とあとソロプレイの動画も作ってありますので、概要欄に貼っておきます。キーをね一度確かめてみたいという方はご覧になっていただけると参考にしていただけるんじゃないかなと思います。